Hello， 大家，伪装的真实之吻第7集。随着小梁和小泉正式交往之后，他们的关系也进入到下一个阶段。此时此刻，他们的议题不再是如何暧昧拉扯，如何让对方喜欢自己，而是如何建立原则，如何经营关系。与此同时，又有新人物2键登场，准备要来扰乱局面了。我们继续来看看他们的感情还能不能够继续维持在火热热的状态。嫉妬？は？俺が彼女たちと仲良く喋ってたからか。いや、俺はお前が誰と仲良くしてても平気だと思ってた。ほら、やっぱ俺に怒ってんじゃん。違う。俺はただ今さらこんな小さいことで嫉妬して感情のコントロールもできない自分が恥ずかしいんだよ。我觉得小泉很棒，就是他坦诚自己在吃醋，也坦率的说：“我其实也不是在气你，我在气我自己怎么这么小气。”所以导演为什么接吻不贴近景？今度はさ、しっかり計画立ててデートしような。哦，这天晚上还有后续啊！悪かったな、ぶち壊して。違う。今日のライブの話をしてるんじゃなくて。分かってるよ。冗談だ。小泉坏哦，在那边逗小梁。じゃあどっか行くか。今度。いっそ海外旅行とか。アホなこと言うな。今の俺たちは行けても国内旅行だ。もうすぐお前の誕生日だしさ。哎、お祝いも兼ねて。小泉都有记住。俺の誕生日知ってんの？俺を誰だと思ってる？お前だからびっくりしてんだよ。これからはずっと俺が祝ってやるから。いいよ別に。どうせならさ、お互いの誕生日を祝うための旅行にしてちょっといいとこ泊まろう。あとは俺らの仕事のスケジュールしてかな。なんとかする。今度は絶対。聊完之后，感觉2个人都如释重负了吼。2键的登场还配这种音效。パン？二見の移動ずいぶん突然だったな。数年でこっち戻ってくるとは聞いてたけど。俺大学の同期って言ったよ聞いてない。な。いやさすがに言ったはず。いや絶対あれなんか言ってた気がす出た。お前ほんと人に興味ないもんな。る。あいつのせいで旅行計画崩れる気がする。縁起でもねえこと言うな。对呀、小泉不要在那边乱立 flag 哦。本日から2課に異動になりました二見優也です。よろしくお願いします。アミよろしくな。小泉，你拍手一下啦，不可以这样。です。なんで2かなんだ。うちじゃないんだ。あれが噂の二人の同期ですか？え？啊、噂になってんの？改めてよろしく。な、よろしく。我不想握手。数年ぶりに冷た。いや、てかお前またでかなったんちゃうんかこれ。别人的男朋友乱摸，変わるか。但是又不想要跟他承认恋情哦。お前は相変わらず気難しそうな顔しとんな。誰にでも気難しそうな顔してるわけじゃないけどな。ああ、青春時代を共にした大親友やからな。又乱摸。あれ、そうだっけ？ああ、揉むなおい。なんやエース同士が張り合って業績上げまくりやって、その勝負俺も混ぜてや。他们2个的关系，无论是爱情还是竞争，都不是第三者可以插足的。好啦，小泉，不要烦躁了，不要被他影响。你看你这样子，就是让小梁担心你。よろしく。乾杯。忙しいのにこうやって付き合ってくれるところが四谷君の優しいとこやろな。同期の前に友達だからな。何それ惚れるわ。一直在讲一些暧昧的话。俺はまたお前と一緒に仕事したかったからな。下手くそか。いや絶対怒んねえぞ。小梁这处处防备的。お前と首藤が顔も違うのにバチバチやり合ってんのを見せつけられてな。俺かて同期やのに全然蚊帳の外や。像个吃醋的情人一样。今度はお前らの勝負混ぜてもらうためにな。いや、そんなこと言われても。俺は本気やぞ。讲话都有大阪腔了。お前と競うつもりはないぞ。
ほんなら俺が首藤と勝負するわ。何も分かってねえじゃんお前。いや全部首藤もその勝負はしないと思うぞ。刚刚突然松口叫他拳，被二剑抓住了哦，这个小小破绽。お、いいね。いいね。お。あ、すみません。もう一杯ずつ。那么お願いします。其实小梁貌似看起来面对这个二剑很有余裕，实际上也是心烦意乱哦。首藤さんとまたご一緒できるの嬉しいです。私もです。哎呀，我就知道这个路还会再登场。ってご存知ですか？大阪支社にいた二見ですか。持田さんって四谷たちと大学一緒でしたよね。そうなんですよ。都是大学同学。首藤さんの会社とは何かと縁があると言いますか。確かに。そんなに仲良かったんですか。初めは二見が一方的に懐いてたんですけど、四谷がほだされたって感じで。ほだす。あの二人大学時代ずっと一緒にいましたから。好了，路不要煽风点火了。ちょうど二見からだ。すごいタイミング。本当だ。哦，なんか懐かしいなこのツーショット。小泉的牙关后牙槽油的紧紧的，呵呵呵。这个时候又没读他的讯息，不要误会呢，你们两个。どういうこと？いやお前だよ。入れよ。Oh my god，这样搞得好像小泉才是外人一样。二人で飲んどったら盛り上がりすぎてな。ね、相当あいつ酔っ払ってたから、俺がここまで送ってきてやったやん。小梁是因为心烦才喝醉，结果这样反而让小泉更会胡思乱想了。なんで人は来たん？四谷に呼ばれたんだよ。差しで飲もうや。お前も結構飲んだんだろ。あんなもん飲んだうちに入らへんわ。そうだ。あいつもそのうち起きるやろ。じゃあ少しだけ。我总觉得小泉要一步一步掉入他的陷阱里。仕事終わりにわざわざ飲みに合流するなんて昔のお前じゃ考えられへんで。さすがエースは違いますね。いちいち絡むな。哎呦，好烦哦！小泉就是不想要公开恋情，不想要告诉二剑他们在交往，才搞得现在这样子，处处落下风。俺とお前で勝負。断る。なんでよ。そんなに勝負したいなら一人でやっとけ。なんでそこまでして俺たちと勝負したいんだよ。お前より俺の方が四谷にふさわしいからや。他真的不知道他们的关系吗？俺はな、入社した時からお前のことが気に食わへんかったんや。高校時代のライバルかなんか知らへんけど、なんであいつはお前のことばっか意識しとんねん。なのになんでこんな何の面白みのかけらもないような嫌味な男にあいつはこだわっとんねん。黙って聞いてりゃ失礼だな。ああ、这个二剑该不会表面上是反派，实际上是来助攻的吧？はい、勝負や。しつこい。どっちがあいつのライバルにふさわしいか。でも俺が2冠トップになったらあいつは俺のこと意識するんとちゃうか。结果连谁要当小梁的劲敌也都要比吗？比赛还需要拿到入场券的。受けて立つ。なんで全首藤がいいんだよ。ああ、そうだそうだ、呼んだんだった。哎呦，很有默契哦。お前はこいつにこだわっとるみたいやけど、こいつは乗り気みたいやで。乗り気？何を？俺との勝負。あ？まあ勝負になるかわかんないけどな。哇，结果小梁误会了。タバコ。ベランダ。ベランダ。何回も言わせんな。你们对他太客气了啦！虽然说你们是同事，抬头不见低头见的，但是如果不欢迎，实在是可以送客啊！这是小梁家。随分好かれてるんだな。そうなんだよ。あい哇つほんと昔っからさ、俺と二見を疑ってんの。疑ってなんかない。でも今日は帰る。最近のお前じゃ張り合えないって言ったろ。哎，等一下，你们确二剑没有看到吗？もう暑いわ。他应该都看到了，这么精准的时间跑进来，就说你应该赶走他的。
果然呐，这个二剑呐，一登场就是要来掀起风浪，要来掀起狂风暴雨的，给小梁和小泉两个快要平静到有点无聊的关系再增添一把火，给它烧起来。上一集就埋下了伏笔了。小泉他其实很在意小梁，他在大学那4年，也就是小泉不在他身边的那段期间，到底是什么样的人，到底是什么样的状态，身边又有哪些朋友、哪些亲友，甚至有哪些恋人，还有哪些睡过的伴侣。没有想到这些故事，小梁还来不及跟他补齐，当时身边出现的一个大学的同学、大学的朋友就登场了。先是录这个其实还比较无关紧要的人，再是这个危险性更高的二剑，一个陆续来到他们身边，逼着他们面对。虽然说我前面评价他们只是讲话的时候比较幼稚，只是在跟彼此竞争的那个行为比较孩子气，但是其实处理事情、沟通问题还是很成熟。然而他们也是人呐，也是感情动物，不是那种完全理性的。二剑在旁边煽风点火，他们的情绪也还是会受影响。小泉会忍不住胡思乱想，觉得这个二剑是不是比我更了解小梁？是不是在我没有参与到的地方，比起我，他跟小梁更亲密？结果二剑就抓住了这一点，成功挑拨了小泉，让他成为了自己的对手。两个人要竞争，看谁才有资格成为小梁的劲敌。而事情一环扣一环，对小梁来说，成为劲敌，那是他跟小泉独一无二的关系，是他跟小泉一直维持热烈的关系的方法。就算两个人现在已经在一起，已经在谈恋爱了，他们也还是要竞争，因为这就是属于他们的羁绊。结果现在小泉居然要去跟二剑竞争，他们的唯一性被打破了。本来应该要有小梁继续给予小泉安全感的，没想到现在变成小梁也自己没有安全感了。那你说这一切真的都是巧合吗？我自己是倾向二剑其实什么都知道，我还是觉得他每一句话都是精心设计过的台词，每一个出场的时间点都是精心安排过的。包括他在小梁家的时候，在刚刚好的时间点跑到阳台抽烟，给小梁跟小泉一点点的对话时间。结果在这场对话之后，貌似他们两个好像问题缓和了一点，实际上小泉内心里还有一点在闹脾气，就先离开了。结果就在小泉前脚刚离开，后脚二剑就从阳台进来了。就这一幕实在太刚好了，我就不信二剑一无所知。只是如果他是故意的，那下一个问题要问的是，他做这些的目的是什么？他其实从大学时就喜欢小梁，但是大学时的小梁满脑子都是小泉，所以他谋划了多年，就是为了要来掀起这场大戏。这部剧会写得这么狗血吗？无论如何，故事还得等我们继续看下去才会知道。这集就看到这边，下次见，拜拜。